は材料2つで作れるオートミールクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料2つで作れるオートミールクッキーを作りたいと思います。今回はですね、オートミールとバナナ、この2つだけで簡単なクッキーを作っていきたいと思います。作り方がね、すごく簡単なので、このオートミール、バナナを使ったクッキーにプラス、ナッツとドライフルーツを加えたクッキーも一緒に作っていきたいと思います。さらにですね、オートミールもいろんな種類があるので、今回は2種類のオートミールを使って作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは、どうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、バナナ、こちらの2つの材料で今回は作っていきます。はじめに作るオートミールのクッキーなんですけれども、こちらにはクイックオーツといってちょっと細かめのオートミールを使っていきます。そしてバナナなんですが、ちょっとこのぐらいね、売れたぐらいのバナナがおすすめです。そしてドライフルーツとナッツ入りのクッキーの材料はこちらです。オートミール、バナナ、ドライフルーツとナッツ、こちらの3つの材料で作っていきます。今回ね、こちらのクッキーに使用するのはこんな感じで、オートミールの粒が大きいものを使っていきます。こちらのオートミールの種類は両方お好みのものを使用していただいて OK です。こっちの粒が残ってた方がザクザクっとした食感を楽しめるかなという感じです。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめにプレーンタイプのクッキーから作っていきます。まずこちらのバナナですね。これを皮を剥きます。そしたらね、こちらのバナナをちぎってボウルの中に入れます。結構ね、今回私が使うバナナは完熟しているので柔らかいんですけれども、より甘みを出すために一度電子レンジ 600W で1分加熱します。なので完熟してないバナナも電子レンジで加熱すると甘みが出るので、完熟してないものでも作っていただけます。それではこのまま一旦加熱します。1分加熱しました。こんな感じでバナナが柔らかくなってます。それではこちらをフォークで潰してペースト状にしていきます。このようにペースト状になれば OK です。それではここにオートミールを入れます。全部一度に入れちゃって OK です。これでよく混ぜましょう。このようにしっかり混ざれば OK です。硬さの目安なんですけれども、こう指で触った時に指につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さにしてください。でもし緩い時は少しオートミールを追加して硬さを調整していただけたらと思います。生地はこれで OK です。それではね、クッキーを形作っていきます。今回ね、全部丸型にしていきたいと思います。大体で OK です。食べやすい大きさをとっていただいて、これをまず丸めます。この丸める時は手に少しサラダ油を塗っていただくと生地がつきにくいので作業しやすいと思います。これで一旦コロコロして丸めましょう。そしたら親指と人差し指で伸ばします。そして丸型にしていきます。このように形作っていきます。あとはこういったね、セルクルを持っている方はセルクルを一度ね、このオーブンシートの上に置いていただいて、そこに生地を入れてちょっと押し付けます。そうするとこのようにとても綺麗な丸に仕上がります。なのでこのやり方は手で丸めて形を整えていただいても OK ですし、こういった型を使っていただいても OK です。やりやすい方でやってみてください。厚さの目安はこのぐらいですね。このぐらいを目安に形作ってください。それでは残りも同じように型取っていきます。このように形作りました。こっちの6つがセルクルで作った方で、こちらの4つはね、手で丸めた方になります。1個はね、ちょっとちっちゃくなったんですけれども、合計で大きいのが9枚とちっちゃいのが1枚ですね。これは大きさによって変わってくるので目安にしていただけたらと思います。それではこちらを180度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。これはですね、オーブンの種類によって適正時間が変わってくるので様子を見ながら調整してください。はい、焼き上がりました。こんな感じで綺麗に焼き上がってます。それではこのまま粗熱を取りましょう。続いてナッツとドライフルーツ入りのクッキーを作っていきます。こちらも同じようにバナナの皮を剥いてちぎってボウルに入れましょう。このようにちぎります。今回のバナナの量なんですけれども、正味 95g になります。なのでだいたい90g から 100g ぐらいのバナナを用意していただくといいかなと思います。それではこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。
1分加熱しました。そしたらフォークで潰しましょう。このようにペースト状になれば OK です。それではこちらの方にはこの粒状になっているオートミールを入れたいと思います。全部入れます。そして混ぜましょう。こっちの方はね、本当にザクザクっとした食感を楽しんでいただけると思います。いい感じに混ざりました。先ほどと比べると全然生地の感じが違います。それではこの生地にフルーツとナッツを入れていきます。でフルーツはねそのままにして、ナッツはねちょっと食べやすいように切りました。これはお好みで OK です。それではこの中に入れましょう。この入れる量に関してもお好みで OK です。ではこれを混ぜます。こんな感じに仕上がりました。でこっちの生地も指で触っても手につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さになるようにしてください。ではこちらもね形作っていきます。手で丸める時は薄めに油を塗ってください。このように丸めていただいて、あとは指で押さえて、こんな感じです。このように形作っていきます。こちらもですね先ほどと同じようにセルクルや型を使っていただいても OK です。それでは残りも同じように形作ります。こちらもこのように形作りました。全部で12枚ですね。こちらはちょっとねナッツとフルーツの分がかさ増ししてるので12枚作れました。こちらを目安にしていただけたらと思います。それではこちらも同じように180度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それではこのまま一旦粗熱を取ります。はい、これでオートミールバナナクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがバナナとオートミールだけのクッキーです。こちらがナッツとドライフルーツが混ざったクッキーですね。こちらのクッキーはオートミールの粒がね、ちょっと大きいものを使用してます。こんな感じ。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまず普通のバナナ味からいただきます。こんな感じ。ではいただきます。噛んだ瞬間にバナナの香りが口の中に広がってすっごく美味しいです。あとね食感的に言うとちょっと外側がザクッとしてるんですけど、中はしっとりとした食感になってます。でねこれ多分厚さがね今だいたい1センチないぐらいかなっていうぐらいの厚さになってるので、これをもっと薄くしていただくとよりザクッとした食感を楽しんでいただけると思います。自然な甘みがいいですね。では続いてこちらナッツとアーモンド入りのクッキーもいただきます。これはねオートミール結構ザクザク系です。いただきます。食感もねすごいザクザクしてて、かつこのドライフルーツの酸味とすっごく合います。噛めば噛むほど甘さが出てきてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオートミールクッキーのポイントです。まず今回のオートミールクッキーなんですけれども、バナナとオートミールたった2つの材料で手軽に作ることができます。オートミールはねいろんな種類があると思うんですけれども、お好みのオートミールを使っていただくといいかなと思います。今回私はクイックオートミールというちょっと粉々になっているオートミールと、あとはこんな感じでねオートミールのこの粒がしっかりとしているこちらの2パターンやりました。このねオートミールがしっかり入っている方は本当にね食べ応えがあってとても美味しいので、お好みのものを選んでみてください。このねクイックオーツの方はどちらかというと食感が柔らかい仕上がりになるかなという感じです。そして今回はアーモンドとあとはドライフルーツを入れました。他にもねチョコレートチップとかそういったものを入れていただいてもいいかなと思います。そしてバナナを潰す時のポイントです。バナナなんですけれども、今回完熟気味のバナナを使いました。完熟してるものの方がちょっとね甘みがあっておすすめなんですけれども、完熟してないものでも電子レンジで一度加熱していただくと甘みが増して美味しく召し上がっていただけると思います。そしてクッキー生地の硬さに関してなんですけれども、オートミールの種類とかあとはバナナの量でも硬さが変わってくると思いますので、目安としては指で触っても指についてこないぐらいの生地の硬さにしてください。もし生地が緩いっていう時はオートミールを追加して作っていただけたらと思います。そして形作る時のポイントなんですけれども、今回は2パターンご紹介しました。まずね普通に手で丸めて広げるタイプと、あとはね型抜きを使ってこんな感じで
綺麗な丸型にするパターンを2つご紹介しました。こちらもやりやすい方でやってみてください。で、型抜きの場合は星型のクッキー型とか、あとハート型とか、そういったものでも作っていただけると思います。そして焼き時間に関してなんですけれども、今回はですね、180度のオーブンで15分から20分焼きました。この焼き時間に関してはお使いのオーブンによって適正時間が変わる場合がありますので、表面にうっすら焼き色がついたぐらいを目安に取り出していただけたらと思います。ということで今回はですね、オートミールを使った簡単なレシピをご紹介しました。材料も手軽でとても簡単に作ることができます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオートミールクッキーを2種類作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。